Use that millions of civilians. By the United States. They lied about it. They still lie about it. This was a war crime. So how can the U.S. come along and say they're going to take a moral stand against chemical weapons when they never admitted it. They never apologized. Democrat president or Republican. This shirt. Obama. Is it really okay? It'sブッシュ大統領とオバマ大統領の写真が2つ並べられています。War crimes must be stopped. Sisters and brothers, we also want to say, if there is an attack on Syria, we will be out here in Times Square and all across the country saying, hands off Syria. We're going to be out here again and again. 日本の皆さん、こんばんは。前田まりです。早速です。ここは今、アメリカ・ニューヨークのタイムズスクエアの駅のすぐそばです。現在、3つの市民団体がデモの行進の呼びかけをして、1時から集まりました。お昼の1時過ぎから始まって、今2時半を回ったところです。あちらに少し小さい小屋のようなステージがあったんですけれども、そこで1時間半ずっと皆さんスピーチをしていました。写真を何枚か撮りました。見えますか？こういった形で各団体の人たちがスピーチをしました。もう叫ぶようなスピーチだったんですけれども、気持ちのこもった。やっぱりプラカードがたくさん挙げられていますけれども、イラクと同じような過ちをするのかといったことが書かれたたくさんのプラカードが並べられています。先週よりも増えて200人以上の人、300人はいるかと思われます。これから各団体が一緒になってユニオンスクエアまで一緒にデモ行進をします。あちらにはオバマ大統領の人形も見えます。オバマ大統領の人形も見えます。No war for all Syria, no war Syria, hands on Syria と書いてあったプラカードがたくさん並べられています。シリアの旗もたくさん見えますね。今日は撮影は田中由美さんが、ニューヨーク在住の田中由美さんが撮影をしてくれています。私たちもこれからニューヨークエアへ向けて歩いていきたいと思います。どんどん人数が増えていますね。かなり人数が増えてきました。ワンブロック、もうこのデモ隊で埋め尽くされていますね。柵の中には参加者たくさん来ています。警察の人数も増えてきました。そして今日は世界各国のメディアも来ています。大きな ENG のカメラの他にも市民メディアもたくさんいて、皆さん撮影をした後に、ここはタイムズスクエアフリー Wi-Fi が飛んでいるんですけれども、すぐに記事や動画をアップロードしている姿も印象的でした。We refuse to do this attack. And if you
ク、そして今年2013年のシリア、このプラカードをよく見かけます。国連の写真ですね。今、デモ隊の行進が始まりました。これから南の方へ向けて、ニューヨークスクエアまで向けて始まります。デモが始まります。今ちょっと警察官の方から歩道に入る一歩中に入りながら行動していきたいと思います。映画でも出てくるニューヨークの市立図書館ですね、ブライアントパークの方に向けて、もうかなり今日多いですね、300人ぐらいの人が歩いています。中には日本人の参加者もありました。後ほどインタビューしたいと思います。No to war in Syria。そうですね、たくさんのメディアも多いです。メディア多いです。今配られているビラですね。ハンズオフシリア、シリアホテル。今日のニューヨークはとても暑いです。25度、最高気温は25度まで上がるそうです。今、タイムズスクエアから南下して、大きい声が、掛け声が始まりました。ちょっと見せて、
Defeat U.S. imperialist war. 1, 2, 3, 4. 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 Defeat U.S. imperialist war. I'm not going to see that.大きなプラカードが見えますね。ハンズ・オフ・シリア・ノー・ウォーと大きく書かれています。ここはタイムズスクエアなので、普段は観光客やそしてビジネスマンが入り乱れる場所なんですけれども、今日は土曜日の昼ということでビジネスマンの方が見られますね。多くの観光客に向けて主催者3つの団体、市民団体が今回このシリアへの軍事介入に反対するデモを開いているんですが、観光客に向けても、そしてニューヨーカーに向けて今、掛け声を上げています。ノーモー、戦争反対、そしてシリアを放っておいてというふうに書かれたプラカードが、そして掛け声が聞こえます。皆さんのメッセージです。年齢層の若い方から名前のプラカードを持った女性の方はお年を召した方ですね。たくさんの年齢層が参加しています。ボタンがいっぱいついた帽子をかぶっています。たくさんピースマスク、いろんな文言と書いた年季の入ったピースマスク、缶バッグですね。たくさん飾られています。300人以上いるかもしれませんね。先週よりもかなり人数が増えています。ユニオンスクエアで他の団体と合流すると思うので、ユニオンスクエアで他の団体と合流するそうです。田中由美さんと教えていただきました。そして夕方4時からもまたタイムズスクエアでデモがあるそうです。CBS ニュース。CBS のニュースですね。CBS のキャスターの方も本当に関係なし、もう自分のメッセージを喋られていました。年齢層が高いということは、多分昔のベトナム戦争時代からずっと反対運動を続けているようなベテランのプロテスターが参加しているので、この前の男性もそうですけれども、この一帯は年齢層が高いですね。年齢層が高いというと、ベトナム戦争からの戦争反対からの、活動をされている方も多いようです。Contact your administration. I guess I'll relax about that now. So I started telling you that by bringing, stockpile only from Iraq down. If you can. He was busted a bunch of times under Hussein. He challenged the Turkey regime on the privatization. Strike, and for that they
へ向かってます。メイシーズという大きなデパートのそばまで歩いてきました。ボタンが書かれたプラカードもあります。プラカードには企業に営利を与えるなというふうに書かれたプラカードもありました。そして日本のデモと比べてあんまり警察官が何もこちらの方に近寄ったりとかそういった規制はされていないですね。先ほどの柵の部分だけかなりこの中でということでしたけれども、今歩道を歩いてのデモ行進、ムーズに前の方へ進んでいます。ハンズオフシリア、シリアを放っておいてというメッセージ、その掛け声をみんな叫んでいます。ぜひかなり遅くまで見てくださって本当にありがとうございます。ぜひ他の方にもツイートしてシェアしていただけたら嬉しいです。まだニューヨースピアまで距離がありますので、この熱気といいますか、この人々の声をリアルタイムで見ていただけたら嬉しいです。さっき、シリアの、からの移民の、親子がいました。母親とそして、2人の娘がいたんですけれども、オバマ政権そしてシリアの政権どっちを支持するというわけではなく、これ以上、民間のそして市民の、犠牲者を、増やさないでほしい、シリアを放っておいてほしいというメッセージを残してくれました。シリアのそういった移民の声も聞かれます。今日アメリカ人、そしてシリア人、日本人の姿も中にはありました。後ほど話を伺いたいと思います。で撮影しながら、ハンズオフシリア、一緒に大きな声で叫びつつ応援しています。クリスマス大商戦で有名なメイシーズの大きなデパートまであと少しとなりました。より掛け声が大きくなってきました。エンパイアステートビルがありますね。
の前です。今日は25度まで最高気温が上がるということで、かなり喉が渇くというか、すごく乾燥しています。暑くて乾燥しています。最近ではニューヨーク、涼しくなってきたんですけれども、今日はかなり暑いです。蒸し暑いです。そうした中、200人を超える300人はいるかと思います。デモ隊が今、ユニオンスクエアへ向けて、シリアへの軍事介入に反対するデモ行進を続けています。そうだったんですが、若い方の姿も多いです。オキパイウォールストリートのメンバーも参加しています。日本で見てくださっている皆さん、どうもありがとうございます。ぜひ Twitter や Facebook などで、シェアをしていただけたら嬉しいです。まだまだユニオンスクエアまで距離があります。やっと今10ブロック歩いてきたところです。2時半から行進始まりましたけれども、まだまだ南の方へ歩きます。じゃあ一度切らせていただきます。見ていただきました。ありがとうございます。一度取り入れていただきます。またお会いしましょう。また再開します。今10ブロック歩いたところにある、ここはコリアンタウンのところですね。今、でも参加していた女性がいますので、お話聞いてみましょう。インタビューします。今日はタイムズスクエアから歩かれたんですか？ Did you walk from Times Square? Yes, yeah, Times Square, yeah. いつも行進は参加されてますか？ Do you always participate rally? Yes, but now I have a cane. I didn't have to have a cane before. いつもデモには参加してたんですけど、今じゃもう杖を使って歩いてるので。あ、今は杖使って歩いてる。いつ頃から、何年ぐらい前からデモには参加してるんですか？ How long have you been participating in rally? Oh, for years. Against the Iraq war and, for years, all different things for peace. All different things for peace. You know, everybody put a little bit, you know? イラクの I 時 put か my ら。 little bit. イラクの時から参加しているということですけれども、今回とイラクのそういった化学兵器を使っているということに対してどういった思いがありますかComparing the Iraq war, like what do you think about Syrian using the chemical weapons? Oh, I think it's horrible. But I think the United Nations should do something. Because they say the United States is not the policeman of the world. So I don't know why the United States has to do it. We should all get together and stop it. 国連がもうちょっと介入するべきであって、必ずしもアメリカが介入していくべきではなく、アメリカがその世界の警察だっていうわけではないので、みんなで話し合って解決するのがベストだと思います。ということは、じゃあ議会の承認っていうのも、そんなに意味がないということなんですか？ So what do you think about Obama is going to speak and decide on Tuesday? Well, I wouldn't want to be in his place, tell you the truth. I wouldn't want to be in his place. And I just hope he listens to the American people. That's what I hope. Yeah. 私だったらオバマの立場にいたくはないわ。なるほど。じゃあそのアメリカは世界の警察として中に入るというわけではなく、みんな国連で話をして、まずはみんなで話し合いをして、あと国民の声を聞くべきです。国民の声を聞くべきということですね。オ
バマ政権だけではなく、日本の動きについてはどう思いますか？ So, what do you think about the Japan's role in the situation? The Japan. In this situation? Well, like to participate in the war could be to participate if the U.S. go into the war against Syria. Perhaps Japan may join the U.S. Oh, I don't know. I'm against the whole thing, so I just hope it doesn't happen. I hope it doesn't happen. この軍事介入についてはもう全て反対なので、日本が介入し日本がアメリカ軍に参加しようがしないが、私は全てのことに反対してます。すべてのことに反対。Okay. ありがとうございます。Thank you very Okay. much. Yeah, Thank you. okay, yeah. What is your name? Welcome. God What's bless your you. name? Cecilia. Cecilia. I'm Sister Cecilia. Sister Cecilia. 修道女のシシリア。So you. I'm a religious. Ah, Sister really? Cecilia. How old are you? 88. 88歳ということです。88歳ですか。I can't believe it. So I hope you keep it up. You Yeah. keep it up, for peace. For Yeah. peace. Yeah. Okay. Yeah, thank you so Very much. welcome. Thank you. Okay, you're very welcome. Okay. They're looking out for their own pocket. はい、フラットアイアン地区に来ました。だいぶ南下してきたんですけれども、シリアからの移民の方にインタビューができるということですので、今からお話し伺いたいと思います。ワーウィックメディア、ピースマッカー。CBS のアメリカのメディアにも、インタビューに答えていました。I honestly truly believe in my business. My business, I know for facts when the revolution is dealing with deregulation of energy. 少々お待ちください。今、活動家の方とお話を始めています。 Our ideology. Hello. 私たちは、日本の、in Japanese, actually I speak Japanese and That's she okay. translates. Go ahead. Go ahead. 私たちは日本のメディアで、インディペンデントなメディアなんですけど、今、ライブストリーミングをしています。We are Japanese independent the media, and right now we're live streaming into Japan. Live streaming? Whoa, I'm in live streaming? That's awesome. Okay. Are you one of the organizers? Unfortunately, I just happen to be one of the guys. I was going to a business meeting and then I bumped into these guys. So I didn't really organize anything, but I would like to become one of those organizers. I want to actually start helping these people out, expanding with their voice, their meeting, their message, because it's absolute. How am I going to say this? I truly believe it's just absolutely horrific the fact that the United States are even considering doing any of this, and it's just outrageous. I mean, and I've been born and raised in the United States, even though I'm 100% Syrian blood. Both parents are Syrian, coming from there as immigrants. Me being the first generation born here, me being the most
patriotic person I could be to my country, the United States, because I love this country. I know how much potential this country has, but the problem is that the people that are running it is not helping our interests, and they're helping their pockets, their interests, and that's why I would like to be out here more often and make sure that that the voices are heard, because we need people more like us to be talking about these problems. We need more people talking about these problems than just thinking about Miley Cyrus or some PS media celebrities and worrying about sports when they don't when in reality these events that's happening right now will literally determine our destiny, our future. So might as well stand up for a cause that's actually going to help the world than focusing on or putting all your energy on something so useless that you can't even benefit off of it at the end of the day. And that's what I'm here for. That's what I stand up for. And I guarantee you, majority of the people out here are standing up for it as well. Have you ever involved any of this sort of activities in the past? Occupy Wall Street, I was here. I'm always down in Washington whenever they have protests about this stuff. I live in Florida, so I basically start up a couple of my group of friends basically know a lot of people in Florida, and I know for a fact if I say, yo, we need to start saying something, we'll go down in downtown Miami, making sure we have our names out there, making sure people see us. And that's all we want. We want people to hear us. We want people to actually care and actually listen. And because there's no other way than learning. You just got to learn the truth and then understand it and then do something about it. If you do nothing, it's just going to continue. They're just going to continue running us over, making sure that we're in place so that we don't question anything, or we don't intervene in the bankers' business or these corporations because they want to just determine each individual's person's life goals. They want to make sure that they're doing it for them, not for their own selves, not for us people. Other than that, I'm all for entrepreneurship. All you guys out there working for yourselves, that's all you got to do. Work for yourself, and that's it. Don't work for anybody else. Anyone else who's working for a corporation, quit, because that's the only way we can actually put our word out there. If there was a protest in every corporation headquarters, and people just failed to just continue to progress these people's pockets, I guarantee you there's people's voices and power will actually diminish. If the people who's working for them actually stands up and says, hey, what we're supporting is wrong, I should actually try to promote something good within the company, make sure that these people are not doing what they're doing to continue ruining our lives. And unfortunately, thank God, I don't have to complain. My life is perfect. I love it. I love every moment of it. I don't need to work for anybody. I don't need to, because I got my place set. But not that many people can actually say that. But I truly believe that everyone has the opportunity, has the right to become something similar to me or the corporations, the people who are actually making money, progressing in their lives, and just focus on health and prosperity. That's all we need. Positivity all the way. Peace in Syria. Yeah, to give you a name. My name is Wasim Asali, spelled WASSIM ASSALI. 最後に一つ質問なんですけれども、日本の政府のこうしたアメリカと一緒に軍事介入に、近寄っている、そういった歩み寄っているっていう動きはどう思いますか？ Well, the Japanese government, if the U.S. go into, war against Syria, perhaps, still debating, but, most likely the Japanese will go along with the U.S. military, even though we only have defense force. But what do you think about, the Japan's action should be, or? Coming from my personal experience, I love Japanese people. They are the best of the best. Why do I say this? Because they know they have honor, they have dignity, they have morals, and I know this. And I know for a fact the people of Japan, people who actually are concerned of what's going to happen, even though
yeah, it's not affecting you guys. All right, what's going on here is not affecting you guys, but it will affect you in the future. They will come for you, and then you're going to. And I know for a fact, Japan, if the day that they come for you, they're going to ask for help, and no one's going to help them out because everyone that was going to help them or help others going through the situation is now diminished. They disappeared. Why? Because we as people let them to take us over, and that's all we got to do. We just got to rise up to the occasion. Make sure that we just have to make sure that they're not taking us as people over. We have to all work together. Even though you're saying the government is wanting to do this, maybe the people don't want it. And you should, as government, as democracy, as freedom, as I don't know what else to say, but as human dignity, they have to actually at least consult with the people, at least hear out the people. And I have a strong feeling that even though the Japanese government is for the United States intervention, but I have this deep inner feeling that the Japanese people don't want it, and because there's no use. If you really want to think about it, there's no benefit for the Japanese people to go into serious conflict, because there's nothing involved with you guys to go do that. So why would you actually walk into a country or help out a tyrannic, corrupted country to come and corrupt even more? Even though you guys lost the war in World War II, doesn't mean that you guys still haven't prospered. You guys have actually been the most beneficial after that. Why? Because you actually put your minds into it. You actually put your economy into check. You actually started helping your people because of the casualties that happened during World War II, and now you guys are prosperous. And I salute you for it. But the fact that you want to actually help out I have this huge feeling that the government just wants to help out the United States because the United States has a hand on your government. And if you actually allowing, as people, have the United States put a hand in your government, then you guys are just might as well be in the United States, live here and live the life over here. When you are suppressed every day, brainwashed every day, making sure that you just live the way they want you to live, so that you could benefit everyone else's pockets. If you're actually not that person, you want to actually become a better person, break off this brainwash, break off this thing, so that so all of our voices can be heard. We can all work as one. It's unity. And if I was blessed to be born as a Japanese person, I would definitely be a samurai, for sure. Why? Because, and it's not just because they're cool or whatever, no. It's because of their morals, their ethics, the way of life, how they live. They live with unity, with nature, with everyone. They make sure that they have respect for everyone. And that's all we need. That's all what people want. That's all what people want. They all want respect. They all just want to make sure that everyone of each other, our communities are all strong together to fight an obstacle that is put in front of us. And once we jump over that hurdle, all we're going to see is green, lush plains, aka haven, safe haven. I don't know what else to say, to tell you the truth. But yeah, I'm totally against it. And if the Japanese government itself, just government officials, I say F you for thinking of doing that, because I am Syrian. I'll fight you for it. But I guarantee you, I most likely know that the Japanese people in general, they are the best of the best of the best, and I love you guys. But except the ones that want to go against me. If that's the case, then I'll fight you. For sure, I'll fight you. And that's all I want to say. That's all really I can say. Thank you so much. No problem. Thank you. Awesome. Is it really live? Love you, Ali, for your support. Our family in Syria appreciates it a lot. We are here to say we don't want a war. We do want a peace. We don't want our country, our lovely country, to be destroyed by the same lie of Iraq 10 years ago, when Mr. Kerry, Mr. John Kerry, in 2002 said, I gonna vote to give the President of the United States the authority to use force if necessary to disarm Saddam Hussein, because I believe that the deadly arsenal of
mass destruction weapons in his hand constitutes a big and grave threat to our national security. And what happened later? The countless number of casualties there in Iraq still up to date, and no weapons were found except your missiles, Mr. Kerry, killing the civilians there and destroying Iraq. We don't want our country to be destroyed by the same lies. We want peace. We don't want a war. Hands off Syria. Thank you so much. Another shirt, American voice here. Hi, young people. I love you. Sorry, my voice is down. I love you. Get the mic here. I love you. Get the mic closer. The mic closer. You stand for peace, she said. Thank you. Hello, I just wanted to say, my name is Jack. I just wanted to say, to tee up from what the guy was saying before, that Saudi Arabia is one of the countries that said that they would support our illegal intrusion into Syria. And that's a big problem, because I believe that the game plan for Saudi Arabia, the motivation for them is that, and it has always been, that they want to capture Medina. Because if they control Mecca and Medina, they control Islam. This is a very big issue, much bigger than many realize, even some of us here. And, you know, for others to try to, you know, squash the Occupy movement because they say it's unorganized, this and that. Well, then why are there Occupy movements all across the world? Ask yourself that. It's simple. There's inequality, injustice in the world, and we're sick of it. So no more war. Stick together, stay unified with each other, and that's it. Thank you. ありますか？はい、タイムズスクエアからニューヨークスクエアゴール地点まで歩いてきました。日本ではかなり深夜夜も深いと思うんですけれども、見てくださっている方、どうもありがとうございます。ここでもうデモの講習は300人以上の方が参加していたんですが、先ほどシリアからの議員の方が、階段の上に立ってスピーチをしていました。で、ちょうど着いたところで IOC の発表がなぜか安倍総理の LINE から入りまして、日本に決まったということを知りました。で、そこでちょうどその方がドックの会、そして IWJ でもおなじみの相田監督、選挙でもおなじみの相田監督いらっしゃったので、率直な今のちょっと話はシリアとは別になってしまうんですけれども、伺いたいと思います。日本に決まります。いやね、そんなんでいいのかねって思っちゃいますけど。信じられないって。まあちょっと信じられないね。そんなことやってる場合なのかなっていう気がするんですけど。あとは、岩瀬さん、そういったそのアピール、世界に対してのスピーチとかって、どんなふうにご覧になってますか？いや、見てないですけど、見てないですけど、だけど、まあ、250キロね、島から離れてるから安全だとか、そういうことは、じゃあ、福島に誰も住んでないのかなって感じがするし、そういう言い方するんだったら、福島はじゃあ、どうなっちゃうのっていうか、ね、250キロ離れてるからいいんだっていう論理から、そういうふうに、やっぱり、それはやっぱ思いますよね。なんかすごい象徴的な気がするんですけど、あと、やっぱり納得いかないのは、オリンピック招致がなかったら、汚染水別にどうでもいいのかっていうのすごく。そうなんですよね。2年半もう直後からずっと言われていたことが、IOC をきっかけにいきなりニューヨークタイムズの一面トップの記事になって、今更海外のメディアが取り上げて取り扱ったっていう、なんか違和感がかなりあります。いやいや、もうずっと言われてることだからね、もうだって最初から言われてることだからね、それを今頃そんなことを言うことには、なんかね、わだかまりが残るよね。で、あとなんか、なんていうんですかね、
オリンピックとかってなんていうのかな、僕はやっぱりすごくテスタストロンというか筋肉増強剤的なイメージがあって、それで経済を回すんだとか言うけど、だけどやっぱり一過性のもんだし、なんかそういうもので経済をなんとかするとかって発想そのものがもうすごい時代遅れな気がするんですよね。特に日本みたいな国はもう資本主義も相当マチュアっていうか成熟していて、これがまだね発展の途上のね国だったら、もっと意味があるかもしれないけど、僕はそれでもあんまり意味ない気がして、なんか経済のためにスポーツをっていうのがすごくなんだろう、スポーツなんか純粋じゃない感じだし、あんまり好きな考え方じゃないんですよね。経済ってことに関してもそうだし、福島のことでもなんか一人一人のなんか人間の姿とか声とかそういったものがあんまりこう想像できないですよね。なんかその価値観にあんまり賛同できないですね。だから東京でやるって言ってもなんか全然嬉しくない。嬉しくないやつですね。ニューヨークって肌感覚でやっぱりなんか福島だったり日本ってなんか大変だよねっていう風な感じでみんな思っている中、なんかこの温度差を感じるっていうか、でもきっと東京は湧いてるのかもしれないっていう感じですね。また全く話がまた濃くんですけれども、9日にこのオバマ大統領が議会の承認どうなるかっていうのが大事な時期に感じていて、先週私たちもタイムズスクエアに行ってデモをして、で今回1週間でかなり増えていたんですけれども、シリア情勢だったり、今のアメリカに対しては戸田さんどんなふうに考えられていますか？いや、なんでそんなに戦争したいのかなっていうのがまあ一つあるし、あとやっぱり完全にちょっと違法ですよね。国際法違反なんじゃないかと思うんですよね。別に攻撃を受けたわけじゃないのに攻撃するわけだから、それも自衛じゃないでしょう。自衛じゃない戦争をするわけですから、やっぱり原理原則をすごく離れてる攻撃になるから、それを全部許してしまうと、もう本当に無法になってしまうと思うんですよね。だからまずそれをやろうとしてるっていうことが僕は納得いかないのと、あとなんでそんなことをなんでそこまでやりたいのかなっていうのがよくわからないですね。プラカード1番目だったのが2030のそのイラクと同じことをまたやろうとして、同じですよね。なんでだろうって国連の写真がいっぱいあるんですね。いや、オバマさんはね、イラク戦争に反対して、でそれで大統領になったはずなのに、なんで同じことをやろうとするのかなっていうのが本当に素朴な疑問としてあるし、あとやっぱり日本との関連でいうと、日本は今集団的自衛権をね、無理やり容認しようとしてるじゃないですか。でこれ集団的自衛権を容認することになると、おそらくシリア今回みたいな、もしこれでアメリカがね攻撃するってことになると、おそらく日本もその攻撃に参加するってことになると思うんですよね。今だってやっぱりどうやってアメリカの肩を持つかっていうことばっかり考えてるじゃないですか。馬さんの意見も本当になんか歩み寄ってやって、その形がどうなるかっていうのが焦点になってます。なんかもうアメリカの機嫌を取ることばっかりやっぱり日本の政府は考えてるわけで、それが本当に今だったら集団的自衛権は今のところまだ容認してないから、だから攻撃には参加しないと思うんだけど、もしこれで容認することになってしまうと本当に参加することになると思うんですよ。そんなんで他人の国ね、他の国の人たちを自衛隊員が殺すことになっていいんですよね。民間の市民がで、その人たちがまた犠牲者を出している村上さんに参加者だった日本人にそのニューヨークに来てほしいっていう言われたのが、シリアに対する日本政府の対応っていうのを今ちょっとお話伺ったんですけど、その時はい。全部対応についてどんなふうに
ですけど、まあでも大きい、まあでも、それをちょっと今度してもらったかもしれない。いやだから本来ならばやっぱり9条を盾にね、だから日本はなかなかアメリカの